バストアップしたい人が絶対にやってはいけない7つの習慣を紹介していきたいと思います。こんにちは、ポポーです。私はずっと A カップで、昔当時付き合ってた彼氏と、2年ぐらい付き合ってたんですけども、一緒の部屋とかで過ごしても一度も胸を触らせたことがなかったっていうくらいこじらせまくってて、胸が最大のコンプレックスでした。24歳くらいの時に胸トレを開始して E カップまで育てたわけですが、本当に今までバストアップのためにいろんなことを試してきました。巨乳の友達に何食べてんのって聞いたり、それでキャベツって言われたらキャベツを食べてみたり、マッサージをしたり、巨乳を毎日1リットルぐらい飲んだり、本当にねいろいろやったんですけども、そこで分かったのは最終的に悪い習慣をやめなければならないということでした。もしやっていたらすぐにやめましょう。一つ目は睡眠不足です。睡眠不足はもう絶対にダメで、私がそのトリプル A カップだった頃は看護師で多忙だったりストレスが多くて、毎日ね結構遅くまで起きてて1日4時間くらいしか寝てませんでした。十分に眠れていないとバストを成長させるためのホルモンが出なくなります。女性ホルモンにはエストロゲンとプロゲステロンの2つがあるんですが、エストロゲンは主に乳腺を発達させて胸を大きくするホルモンです。エストロゲンは睡眠不足になると出る量が少なくなるので、睡眠不足は絶対にダメということです。それからなんと睡眠不足は筋トレの効果も出づらくなります。これもホルモンが関係してて、睡眠不足になると成長ホルモンっていう脳から分泌されるホルモンが少なくなるからなんです。成長ホルモンっていうのはその名の通り成長に関わっているので、思春期に増えるホルモンですが、実はね大人になってからも出続けるホルモンなんです。成長ホルモンは大人にとって筋肉を成長させるためのホルモンで、筋トレでバストアップを目指すという人には必須。胸トレ頑張ってくれてる人の中でなかなか成果が出ないという人は睡眠不足が原因の一つかもしれません。ちなみに私は今夜9時に寝て朝4時に起きるっていう生活を胸トレ開始した頃からずっと継続してやっています。2つ目は脂肪を避けすぎているです。さっき説明した胸を大きくする働きのあるエストロゲンは良質な油から作られます。そのね原料となる良質な油っていうのはオメガ3系脂肪酸と呼ばれるもので、主にサバとかマグロとかの魚とか、意外にもねタラコにいっぱい入ってたり、エゴマ油やアマニオイルなんかにもたくさん含まれています。結構ね使ってるんですけども、こういうエゴマ油マヨネーズとか画期的な商品も売ってるので、それもおすすめです。美味しいです。ね、この油は2本目なんですけども、エゴマ油。実際にオメガ3系脂肪酸をたくさん摂取するとエストロゲンが増えるという研究結果もあります。私はエゴマ油を積極的に摂るようにしてて、ちょっとお高いどこのスーパーにも売ってます。1日の摂取量の目安はスプーン1杯程度で、癖がないのでよくね味噌汁とかサラダとか結構何にでもかけてます。3つ目はタンパク質を取らないです。以前私はタンパク質も炭水化物も何が違うのって感じで、好きなものラーメンとか、カップラーメンとかばっかりよく食べてましたが、今はお肉、魚、卵、チーズ、豆腐、タンパク質が多いものをしっかり選んで食べてます。もうなんか買うときは常にもうこうでタンパク質何グラムっていうのを見ながら買ってます。今日何食べようかなっていう悩みもだいぶ減ります。もうタンパク質の多い食材を選ぶだけ。おすすめ。実はタンパク質はさっき説明したホルモンの原料になるので、そこも大事ですが、何より筋肉を作るのに欠かせないものなので、タンパク質は胸トレの効果を出すためにもしっかりと摂取する必要があります。朝はパンだけ、昼はパスタだけとかになって、お肉や卵、豆腐なんかあんまり食べれなかったっていう多忙な人はプロテインを飲むのもおすすめです。逆にステーキとかお寿司とか高タンパクなご飯を食べた後にプロテインは必要ありません。4つ目は運動するときにスポブラをつけないです。私は中高ずっと長距離の陸上部で、ド貧乳だったので、ブラジャーが欲しいなんて親にも言えず、言ったけど必要なのみたいな感じだった気もする。結構長らくスポブラをつけていませんでした。実はね、どんなに貧乳でも運動するときにはすごくバストが動いています。上下だけではなく左右、それから前後にも動きます。 A カップでも5センチほど動くと言われているので、その衝撃が胸に重なることで下に下がってしまった胸になります。私がもうそうだったんですが、胸が小さいのにブラをつけるなんておかしいって思わずに、綺麗なねお胸作りにはブラジャーが必須なので、もう堂々とつけちゃいましょう。5つ目は寝てるときナイトブラをつけないです。私
私はずっとナイトブラ持ってなくて、それでもね寝てる時ブラつけてないと胸の形が悪くなると思って普通のブラをつけてずっと寝てたんですけども、普通のブラはね起きてる時に重力に負けないように作られているので、寝てる時のね胸の形に合わないのは当然で、上から押さえつけられるので成長を妨げたり、何より圧迫感が強いので寝づらすぎる。ナイトブラをつけたことがある人はわかると思いますが、ナイトブラは逆に寝た時にバストの形が綺麗に保たれるように作られています。私はナイトブラをつけ始めてからブラをね外した時にがっかりせず、理想の位置に胸がキープできてるなっていうことを感じました。ナイトブラは A カップでもとても重要です。どんなに小さくても重力に逆らうことはできないので、寝るとね横に下に流れていってしまいます。スポブラ同様で長い目で見てもとても重要なので、これもできるだけ早く使い始めた方がいいと思います。6つ目は猫背です。今ね猫背になっている人は胸を張って正しい姿勢をしてもらうと分かると思うんですけども、バストトップの位置が大きく変わりますよね。もうね姿勢はとっても大事。私のね胸トレには猫背を改善させるための動きもたくさん入っているので、実際に姿勢もかなり改善できて、これがねバストアップにつながったかなとも思います。実際バストアップするためにこの体勢をキープするための筋肉が必要なので、トレーニングが大切です。デスクワークしている人やスマホを見ている時間が多い人は同じ姿勢で筋肉も凝り固まってしまうので、もうね筋トレおすすめ。7つ目はサイズ測定をしないでブラジャーを買ってしまうです。私はトリプル A カップの時にこんな胸を人様に見せることはできないと思って、中高専門とバストサイズを測らずにブラジャーを買っていました。温泉とか結構行くんですけども、行った時に自分より小さい人がまずいなかったので A の65だろうと思ってずっと A の65を買っていました。合わないサイズのブラをずっと使っていたっていうコメントも結構ありますが、私もトリプル A カップの頃からしばらく胸トレを続けて、で自分で計測した時に D カップにまでバストアップしたんですが、正直本当に D なのか、ありえないだろうと自分をね疑ってた。そこでその計測の次の日に下着屋さんに行って店員さんに測ってもらったんですが、そしたらなんと E の65がぴったりだと判明しました。それ以来そのサイズのブラをずっと使ってますが、あったものつけるだけでかなり胸が綺麗に見えるようになりました。サイズの合わないブラはとにかくねずっと無駄に胸を圧迫して、それだけで見た目も悪くなるし、さらにそれをずっとつけてると胸の形も崩れるし、バストの成長も妨げます。綺麗な胸を保つことはバストアップにすごい大事で、そのためにはちゃんと合ったブラジャーをつけることが大事だなと思いました。ぜひみんな1回は測ってもらってください。もうこれはね本当におすすめしたいです。こんな習慣が効果があったよなんて話がある人はぜひコメントで教えてください。遺伝的なことで自分に大きくなる可能性はないと諦めてしまいがちですが、胸トレを続けて悪い習慣を良い習慣に変えることができれば、みんな必ず変われると思います。一緒に頑張っていきましょう。またね。